ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているぜ。日本では機関車にレッドベアやサメ、桃太郎といった愛称をつけることがあるけど、海外にも動物や歴史上の人物にちなんだ面白い名前の機関車があったりするのかな？草原の国、モンゴルにはホユルザガルという形式名の機関車がある。ホユルザガルとはチンギス・ハーンの2頭の春目のことだ。女子誌に語られるチンギス・ハーンの2頭の馬は灰色の毛並みだったとされ、この機関車も2両1ユニットで灰色の塗装だぜ。騎馬民族の歴史にちなんだ秀逸なネーミングなんだね。モンゴルの草原ではどんな列車が走っているのか、興味が湧いてきたよ。というわけで今回は、モンゴルの鉄道について解説するぜ。本編スタート。モンゴルは中国とロシアの間に位置する内陸国だ。国土の面積は日本の4倍以上だが、人口は350万人と少ない。また都市部への人口集中が顕著で、人口の半分が首都のウランバートルで暮らしているぜ。モンゴルといえば草原の国というイメージだね。そうだな。ウランバートル周辺の中央部は広大な草原地帯だ。ただし、国土の南側はゴビ砂漠、ロシア国境付近は森林地帯と、モンゴルには草原以外の風土もあるぜ。ここからはモンゴルの鉄道路線について見ていこう。モンゴルの鉄道はソ連の支援の下で建設された。路線の規格はロシアをはじめ旧ソ連諸国と共通で、期間はロシアなどと同じ1520ミリだ。電化はされておらず、ほぼ全ての区間が単線である。本線は首都のウランバートルからロシア国境のスクバートル、中国国境のザミンウードまで伸び、国道を縦断している。ロシア側ではモスクワやウラジオストクまで伸びるシベリア鉄道、中国側では北京などにつながる鉄道網に接続するため、モンゴルの鉄道は中ロ間の主要な物流ルートの一つだ。また、エルデネト、シャリーンゴル、ボルーンブルといった都市に伸びるいくつかの支線があり、他にも、国内の鉱山に伸びる支流鉄道が存在するぜ。中ロを結ぶ幹線を中心に支線が伸びているんだね。そんなモンゴルの鉄道を運営しているのが、ウランバートル鉄道だ。ウランバートル鉄道、略称 UBTZ は実質的にモンゴルの国有鉄道だが、ロシアも出資している。モンゴルの鉄道は建設当時から現代に至るまで、ソ連、ロシアと深い関係があるんだぜ。運行される列車はやはり貨物がメインなのかな？そうだな。モンゴルの鉄道は単線のため運行可能な列車本数は限られているのだが、8割程度は貨物列車に割り当てられている。貨物の内容は国内向けの石炭、鉱物資源や、中ロ間のコンテナが多い。何十両もの貨車を10連の機関車が牽引し、中ロ間の物流の一部を支えているぜ。コンテナの貨車は日本では考えられないビッグサイズだね。一方の旅客列車はウランバートルを起点に運行されているが、各方面1日2から3本しかない。また、週に2本程度ではあるが、中国方面、ロシア方面の国際列車も運行されているぜ。どんな列車が運行されているのかな？方面ごとに各列車を解説していくぜ。まずは、ロシア方面の北線を見ていこう。北線の主要駅にはモンゴル第3の都市ダルハンやロシアとの国境の町スクバートルがある。北線では、ウランバートル、スクバートル間で毎日2本の列車が運行されている。上り、下りともに朝発の中高便と夕方から夜発の夜行便があり、中高便の271、272はほぼ各駅に停車する鈍行列車、夜行便の263、264はやや停車駅の少ない速達列車だ。ウランバートルからダルハンまでは6から7時間、スクバートルまでは9時間程度かかるから、夜行列車に乗ればぐっすり眠れるね。支線に直通する列車もある。ウランバートル、ダルハン間の273、274は支線に入る客車を並結している。エルデネト方面は毎日、シャリーンゴル方面は週2本運行されているぜ。ウランバートルから乗り換えなしで支線の駅に行けるんだね。最後に国際列車を見てみよう。ロシア方面の国際列車、305、306はウランバートル、イルクーツク間で週2本が運行される。ウランバートル発は土曜と日曜だ。イルクーツク駅国際列車は停車駅が少なく、モンゴル国内ではズーンハラー、ダルハン、スクバートルの3駅しか停車しない。ロシア国内ではウランウデでシベリア鉄道の幹線に乗り入れ、シベリアの中核都市イルクーツクまで走行するぜ。ロシア国内の走行距離が結構長いんだね。そうだな。
車両についてもモンゴルとロシアの共同運行が行われており、週2本の列車のうち、1本はモンゴル所有、もう1本はロシア所有の編成で運行されているぜ。ロシアの客車がモンゴルに乗り入れることもあるんだね。次は中国方面の南線を見ていこう。南線は過酷なゴビ砂漠を縦断する。主要駅にはチョイルやサインシャンドがあり、国境のザミンウードの先は内モンゴル自治区のエレンホトまで後期の線路が伸びている。モンゴル国内区間のウランバートル、ザミンウード間では夕方発朝着の275-276が毎日運行されている。ウランバートルからザミンウードまでの所要時間は約15時間だ。また、ウランバートル、サインシャンド間の区間列車285-286も毎日運行されていて、そのうち週2本はアイラグで解決しボルーンブル間の支線に入る客車を連結しているぜ。南線も支線に直通する列車があるんだね。内モンゴル方面の国際列車はウランバートル、エレンホト間、ウランバートル、フフホト間がそれぞれ週2本運行されている。ロシア方面と同じく、モンゴルと中国両方の客車で運行される。エレンホトから先の中国鉄路路線は標準期のため、フフホト行き列車はエレンホトでの台車履き替えが行われるぜ。内モンゴル自治区の主フフホトまで直通の列車があるんだね。ところで、さらに先のモスクワや北京に行く列車はないのかな？かつてはモンゴルを経由し7日かけて北京とモスクワを結ぶ3カ国間国際列車、計34列車や北京、ウランバートル間の計23、24が運行されていたのだが、これらの長距離国際列車はコロナ以降休止中だぜ。ユーラシア大陸を横断する国際列車がなくなったのは少し寂しいけど、イルクーツク方面、フフホト方面も十分スケールの大きな列車だよね。そうだな。モンゴルの旅客列車は本数は少ないが決して需要が小さいわけではなく、ザミンウード行き列車などは24両もの客車をつないだ長大編成で運行される。モンゴルの旅客列車は走行距離も両数も大陸スケールだ。次はウランバートル鉄道の車両を紹介するぜ。ソ連の企画で建設されたモンゴルの鉄道では主にソ連ロシア系の車両が走っており、旧ソ連各国と共通の形式や、砂漠での運用を想定したモンゴル仕様の派生型が見られる。一方で、近年はアメリカや中国の車両も導入されつつあるぜ。まずは本線用機関車を見ていこう。モンゴルには電化区間がなく、すべてディーゼル機関車だ。M62 はソ連ウクライナのルガンスク工場製で1980年代に製造された。両運転台の M62、片方だけが運転台のに M62 があり、よく見かけるのは近代化改修済みの両運転台機 M62UMM だ。東側伝統の能力に塗装された車両が多いが、運転台下のソヨンボや白線の有無など、よく見ると塗装の個体差が多いぜ。このマークはソヨンボと言うんだね。そうだぜ。ソヨンボはモンゴルのシンボルマークで、国旗にも描かれているぜ。落ち着いた緑色と鮮やかな赤、黄色のアクセントのバランスが良い、整ったデザインの機関車だね。M62 は北線や各支線の客車列車、本線貨物列車の補給を担当することが多いぜ。次は、ホユルザガル。動画冒頭で紹介した通り、チンギス・ハーンの2頭の馬に由来する形式名の2両1ユニットの機関車だ。ホユルザガルは愛称ではなく形式名で、車体番号にもホユルザガルと書いてあるぜ。さっきの M62 と似た顔の形式だね。そうだな。ホユルザガルは M62 の改造によって誕生した機関車なのだ。足回りと運転台は M62 のまま、2003年に新しい米国ゼネラルエレクトリック製エンジンを取り付けたのがこの形式だ。ソ連と米国のハイブリッドなんだね。ホユルザガルは灰色、紺、赤の塗装で、運転台下にはモンゴルの国章が取り付けられている。M62 と同じ顔ながら、メタリックでメカメカしい外見が魅力的だ。10連で貨物列車を担当することが多いぜ。次は、2TE116UM。M62 より大型の2両1ユニットのディーゼル機関車だ。M62 と同じウクライナのルハンシク工場製で、2010年代初めに導入されたぜ。2010年代製にしては古めかしい見た目だね。そうだな。ライトの形状などは M62 に似ているが、車体サイズは一回り以上大きく、迫力がある。塗装は紺と空色で、正面にソヨンボ、側面にはモンゴルらしい疾走する白馬が描かれているぜ。2014年に登場した後期型、2TE116UD はジェネラルエレクトリック製エンジンを搭載している。塗装は UM と異なり、赤い模様が入っているぜ。どちらの塗装もかっこいいね。2TE116UMUD は片側にしか運転台がないが、10連、短期どちらでも運行される。貨物、旅客両方を担当する、現在のウランバートル鉄道の主力機だぜ。2TE25KM はロシア、ブランスク製の2両1ユニットの機関車だ。2017年に運行を開始した。車体は 2TE116UM 並みに巨大。塗装は 2TE116UD に準じた赤系だ。ロシア製の新型もいるんだね。
2TE25KM は主に10連で長編成の貨物列車を担当しているぜ。次は TE33AC。米国ジェネラルエレクトリック製の新型だ。組み立て地はカザフスタンで、2023年に登場したぜ。これまでの機関車とは全く違うシンプルなデザインだね。現時点では TE33AC はウランバートル鉄道ではなく、モンゴルのインフラ企業、ボディインターナショナルが所有する車両のようだ。車両側面の丸いマークはボディインターナショナルのロゴだぜ。TE33AC は中央アジア諸国で近年急速に数を増やしている形式で、モンゴルでもさらに導入される可能性がある。最近は南線のザミンウード行き客車列車を担当しているぜ。最後に入れ替え用機関車を見ていこう。ソ連時代から製造されている旧式の TEM2 型や、2010年代に登場したロシア製の新型 TEM18DM がある。ウランバートル駅に行けばこれらの入れ替え機がせわしなく働いている様子を見ることができるぜ。塗装のバリエーションが多いから見ていて飽きないね。次は客車の形式を見ていこう。代表的な4タイプを紹介するぜ。モンゴルの客車といえば、明るい青緑と白帯の旧型車両だ。サボは昔ながらの金属プレートで、その上にはモンゴルの国章がついている。爽やかなターコイズブルーの車体は陽光の下では草原の風景によく映え、夜のホームではビードの陰影が余剰をかき立てるぜ。昼と夜で印象が変わるね。旧型客車は東ドイツのアメンドルフ製とソ連ロシアのトランスマッシュ製がある。東ドイツ製は主に個室寝台車と食堂車、ソ連ロシア製は主に開放寝台車と荷物車だ。東ドイツ製とロシア製は側面のビード本数と妻面の屋根部分を見れば簡単に区別できるぜ。旧ソ連の各国でも見られる東側世界の標準車両だね。モンゴルの旅客列車はほとんどがこの2タイプの客車で運行されているぜ。次は2008年に登場した中国製客車。登場時は能力だったが、現在は白と紫の斬新な塗装をまとっている。主に中国方面の国際列車を担当している。ビードがあるのでパッと見はロシア系の客車にも見えるが、屋根の室外機の形状などは中国の客車の特徴があるぜ。そういえば、他の客車の屋根上には室外機がないんだね。伝統的に旧ソ連式の客車は冷房がなく、暖房はデッキの石炭ボイラーで行うため、室外機はないんだぜ。極寒のロシアでは暖房の不具合は生命の危機に直結するから、電力供給が止まっても暖房を維持できるように石炭ボイラーを搭載していると聞いたことがあるね。そんなわけで、中国製客車以外には車内に石炭ボイラーがあり、現在でも使用されているのだ。発車を待つ客車を見ると屋根の煙突からボイラーの煙が上がっているのを確認できる。一方の中国製客車はエアコンを使用しており、電源車がセットで運用されているぜ。最後にモンゴルの最新の客車を見ていこう。2014年に登場したロシアのトランスマッシュ製新型客車は水色、赤、白の大胆なデザインが特徴的だ。ロシア鉄道の新型客車のモンゴル仕様で、全車両が個室寝台である。主にロシア方面の国際列車で使用され、ザミンウード行き列車にも少し連結されている。自動ドアや冷房を装備し一気に時代が進んだが、石炭ボイラーはまだ装備しているぜ。ソ連客車の正統進化系という感じだね。この他にも、モンゴルでは先ほど紹介した国際列車としてロシア鉄道中国鉄路の客車も走行しているぜ。次はモンゴルの鉄道の乗り方について見ていこう。モンゴルの旅客サービスは国内列車と国際列車で分かれている。料金体系は異なり、同程度の距離なら国際列車は国内列車の3倍ぐらいする。チケットの販売場所も違っていて、ウランバートル駅の場合、チケット売り場の1階が国内列車、2階が国際列車専用だ。国際列車は国内のいくつかの駅に停車するが、基本的に国境をまたぐチケットしか販売されないぜ。直接切符売り場に行かず、オンラインでチケットを購入することはできるのかな？国内国際ともにウランバートル鉄道の公式サイトや、モンゴルの旅行予約サイト、タパトリップで販売されているのだが、ウランバートル鉄道公式サイトはなぜかサイトが開かず、タパトリップは決済時にエラーを起こし、ウプ主はどちらでもチケットを購入できなかった。これらのサイトで無事チケットを購入できたという報告もあるので、試してみる価値はあるぜ。チケットをオンラインで入手するのはなかなか難しそうだね。UBTZ 公式サイトとタパトリップの URL は概要欄に貼っておく。チケットが買えない場合は現地旅行会社に依頼してホテルにチケットを届けてもらうのも手だぜ。決済ができなくてもタパトリップでひとまず列車を検索することはできるね。モンゴルの旅客サービスは大きく分けて2人用個室寝台、4人用個室寝台、開放寝台座席の3タイプがあり、列車によって利用できるクラスは様々だぜ。座席だけの車両はないんだね。そうだぜ。座席と記載されている切符でも実際に乗るのは開放寝台の車両だ。開放寝台は旧ソ連各国のプラッツカルタと同じ、3段ベッドが枕木方向、線路方向両方に設置されたデザインだ。
寝台利用の場合は乗客自身がシーツを敷かないといけない。共産主義風の袋に入った新しい理念が配布されるぜ。良いデザインだね。列車によっては食堂車が連結されており、ハンバーグのような料理ビフシュテクスやビールを楽しむことができる。車内販売が行われることもあるが、食堂車も車内販売もない列車もあるため、乗車前には食料を買い込んだ方がいい。ただし、紅茶やコーヒーについては全列車のサモワールで作ることができ、各車両の乗務員から購入できる。通常のコーヒーと紅茶だけでなく、モンゴル式の塩入りミルクティーも飲むことができるぜ。モンゴルならではのサービスだね。ちなみに、モンゴルの列車は食堂車を除き飲酒禁止だ。暖かい快適な車内、雄大な車窓とモンゴルの列車はお酒を飲むには絶好のシチュエーションだが、見つかるとしっかり罰金を取られるらしいので要注意だぜ。最後に、モンゴルの鉄道の未来について見ていこう。コロナ以降運行範囲が縮小されていた国際列車については、ウランバートル、北京間列車の再開が検討されているようだ。路線網についても強化予定である。鉱物資源や石炭を中国に輸出する目的でゴビ砂漠を東西に横断する新路線が計画されており、一部は建設が始まっている。また、渋滞が年々悪化する首都ウランバートルではついに東西方向の地下鉄の建設計画が始動したようだ。韓国のトフワエンジニアリングが2025年にも建設を開始する予定だぜ。韓国式の地下鉄になるのかな？中国へ、ロシアへ、ソ連側の機関車が兄弟編成を率いて草原を駆けるモンゴルの鉄道。興味が湧いた人はぜひ乗ってみてほしいぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。